ナマスカール。こちらのチャンネルではインドを安全できれいに楽しく過ごそうをテーマにインドについて発信していきたいと思っています。今回の動画ではインドに住まれる方へ持ってきてよかったもの15選をお送りします。かなり個人的な意見です。まず前編として7つご紹介します。まず1つ目はタオルケット。インドのエアコンって巨大なんですよね。これうちのマンションだけなのか、他のマンションはコンパクトなものがついているのか不明なのですが、うちのマンションはこのサイズのエアコンが各部屋に1台ずつ、リビングに至っては2台ついてます。そして室外機も業務用みたいに巨大なものが設置されているんですよね。それゆえ冷房が強烈で、しかしご想像の通り細かな温度調節はできません。この大きさなので音もうるさいんですよね。これ結構寝る時が問題で、私は音に関しては大丈夫なのですが、冷房が寒すぎて、それでも備え付けのお布団は夏には暑く、でもエアコンをつけないと暑くて眠れないし、もともとは夫だけ単身インドで、私は住むつもりはなく、インドと日本を行ったり来たりする予定にしてたんですが、第1弾の様子見でインドに来た時にこの冷房問題に直面し、インドに引っ越すと決めた時に絶対持っていこうと思ったのがタオルケットです。今はリビングのエアコンをつけて、そのひんやりした風を寝室に送り込みつつタオルケットを使う作戦でいい感じです。夜エアコンつけなくても大丈夫そうな方も N クールみたいな冷感寝具があってもいいかもしれないです。留学生とか、もし荷物があまり持っていけなそうでしたら、巨大なバスタオルとかタオル地の巨大シーツ的なものでもいいと思います。1枚薄い上掛けがあるといいかもしれないです。2つ目は先ほどの話の逆で防寒寝具です。私が住んでいるのがデリーなどがある北インドなのですが、これは北インド限定の話になりますが、冬が結構寒くて、12月1月かな、2ヶ月だけなのですがめちゃくちゃ寒くて、そうすると今度は備え付けの寝具だと寒いんですよね。毛布はインドにも売ってますが、もし荷物量に余裕があれば羽毛布団だったり、あとは USB 充電できるような防寒グッズがあってもいいかもしれないです。電圧問題があるので USB 充電できるようなものがあると便利かなと思います。あとこれ余談ですが、夫の会社の人も誰も知らなくて、結構みんなで寒い寒いって言ってたのですが、その部屋のエアコン暖房になりますよってことを。インドは基本暑いので、暑さに標準を合わせられてマンションも作られているので、床も大理石でひんやりして、冬はほんと底冷えというか、マンション全体が心底冷え切ってるっていう感じです。でもエアコンからは冷房しか出ない。私が引っ越してきたのが1月で、あまりの寒さに家の中でもずっと毛布を羽織っていたのですが、ある時突如エアコンが冷房から暖房に切り替えられることを知りました。リモコンではできない操作なので、管理会社の人に言ってください。そうすると業者が来て、例の巨大室外機を何やら30分ぐらい操作して暖房が出るようになります。なんかこういう意外に大事なことというか基本的なことを入居時に管理会社の人が教えてくれなかったりするので、みんななんか手探りだったり伝承的に伝えられていく、なんかこれがインド生活あるあるな気もします。3つ目は食器です。家具備え付けのマンションであれば食器はまず一通り揃っていると思います。そしてもちろんインドにもいろんな食器が売っているので、来てから自分のお気に入りを増やしていくのはいいと思います。なのでこの食器類は、テンション上げる系の QOL 的な感じです。やっぱりインドの生活って大変です。落ち込むようなこともあるし、理解できないような出来事も起こるし、最初は外出したはヘトヘトになって帰ってくるかもしれないです。
そんな時にそれこそお気に入りのマグカップや湯飲みでコーヒー紅茶飲むとほっこりすると思います。単身で来る方で自炊する予定のない方もインスタントの味噌汁くらいは作るかもしれないし、インスタントラーメンくらいは作るかもしれないし、そんな時にちょっと塗りのお椀で飲むだけでも気分が違うし、ラーメン屋さんみたいな丼で食べたらちょっと気分が変わるかもしれないし、何でもいいんです。晩酌する時のグラスでもいいし、ちょっとほっと一息つけるような時間にお気に入りのものだったり日本のものがあると結構癒されると思います。4つ目は冷水筒、ピッチャーっていうんですかね。これはインドでも手に入るのですが、持ってくると便利だと思います。特にインドは暑い時期が長いので、ジュースとかでなく麦茶のような冷たいお茶系が飲みたい時に紅茶やハーブティーを煮出しておくと結構便利です。これ話がそれちゃうのですが、おそらく部屋にウォーターサーバーが設置されていると思います。このウォーターサーバーのお水が美味しくなくて、なので何か味をつけて飲みたくなるんですね。ちなみにインドのお水は大きく3種類、天然のミネラルウォーター、浄化された水、水道水、水道水は飲まないですが、ウォーターサーバーはおそらくミネラルウォーターか浄化された水の2パターンで、家庭であればウォーターサーバーは浄水じゃないかなと思いますが、この浄水が美味しくない、安全と美味しいはイコールではないと、日本のお水って美味しくて安全でっていうのは本当に素晴らしいことなんだなとインドに来て実感しました。話を冷水筒の話に戻して、インドにもこういう冷たい飲み物を入れる容器は売っています。主にガラスかプラスチックというかペットボトルのような非耐熱ペット素材のほぼ2択で、ガラスなのですが、うちも最初は使っていたんですが、インドのキッチン台が往々にして石なんですね。そうするとガラスの水入れってガラス自体も重さがあるし、それに2リットル近い液体を入れると重たくて、置く時に勢い余ってドンってなる時があるのですが、その時台は石だし水入れはガラスだし、いつか割れるんじゃないかってヒヤヒヤするんですよね。そしてペット素材の水入れなのですが、もう冷たいものしか入れないということであれば全然いいと思うのですが、ちょっとうっかり魔が差して熱湯消毒または熱湯消毒までいかなくても、ちょっと熱湯がかかったり熱源の近くに置いておくと、もうみるみる縮んで使い物にならなくなります。おそらく耐熱ペット素材のものインドでも売っていると思うのですが、絶対に日本で買ってきた方が安いし洗いやすいとか機能的だと思います。5つ目はクーラーボックス、クーラーバッグです。暑い時期の買い物にはクーラーボックスは欠かせないです。最初持っていなかったのですが、ドライバーさんにもうそろそろ買い物にはクーラーボックスが必要だよと言われ、確かに灼熱のインド、車のクーラーをガンガンにして買い物してすぐに帰れば必要ないものだったりしますが、買い物も近場で済むことばかりでないですし、車移動とはいえ予期せぬことも起こるのがインドなので、そんな大きなものでなくても一つあると便利だと思います。インドでもクーラーボックスもちろん売っていますが、特にクーラーバッグは日本で買ってきた方が多分安いし、デザインも選べるし、バッグの場合はぺちゃんこになってかさばらないので、クーラーバッグはあると便利だと思います。6つ目はクローゼット内用品です。これもうちのマンションだけかわからないですが、インドのクローゼットは使い勝手が悪い。使う人の気持ちになっては全く作られていない、とりあえず作ったみたいな感じです。うちのマンションは各部屋にクローゼットがついているのですが、全部パッと見は大きなクローゼットですが、扉を開けると棚が真ん中くらいについていて、でそのすごく上の方にポールがついている、部屋によってはそれに引き出しがついているものもあるという感じです。
クローゼットに結構奥行きがある、そしてポールの位置がすごく高い、なおかつポールと天井の隙間が狭いで、めちゃくちゃ使いづらいです。ちなみに余談ですが、うちのクローゼットは長い丈のものは家中のどのクローゼットにも収まらないです。コート、ワンピース、スラックスでさえ裾が下についちゃいます。全く考えられてない作りです。棚も奥行きのある棚があるだけでとても使い勝手が悪いので、衣装ケースとかあると便利です。これはたまたまうちが持ってきた衣装ケースで、奥行きが奇跡のジャストフィットでした。またこれもたまたま持ってきていて結果便利だったのですが、こういうフックがあるとポールの高さがだいぶ下がるので便利です。私は S 字フックを使ってアーチ状にしていますが、単に大きめの S 字フックに何枚かかけてもいいと思います。いずれにしてもこのポール対策商品はあるといいかもです。内見の時に確認して、マンションによってはタンスが備えられているとこもあるかもしれないので、そういう備品系とクローゼット内の使用を確認して、測れるものであれば寸法をチェックするのもおすすめします。7つ目からは生活雑貨が続くのですが、まず折りたたみのバケツです。うちはたまたま小さい折りたたみのものを持ってきていたのですが、結構活躍しています。インドの洗面台は多分ほとんどのものがお水をためられない仕様だと思うので、ちょっと洗いたいものやつけ置き洗いしたいものとかあるときに小さいバケツがあると便利です。大きめなものもランドリーバスケット代わりにもなるし、ちょっとおしゃれ着洗いとか別で洗いたいものがあるときにも便利です。別にインドにバケツは売っているのでわざわざ持ってこなくてもいいのですが、折りたたみのものは高さも調整できて流しでも使いやすいと思うので、特に留学生の方とか荷物に制限のある方も小さいものだけでも持ってくるといいかもしれないです。それではまた次の動画でお会いしましょう。